待って。皆さんこんにちは。あちおチャンネルの、皆さんこんにちは。あちおチャンネルのあれです。最近あちおが結構目立ってるようになってるんだ。おかしい。あまりこう力まず話してもいいかも。普通に結構声張るじゃんあれ。声張ると緊張しちゃうから普通に喋る感じの声で聞こえると思う。皆さんこんにちは。あちおチャンネルのあれです。最近あちおはやっぱりいつも主役として動画に出てるので、今回は私がメインで、動画を撮りたいと思います。はい、ということで、あちおです。チャオ。最近ちょっとね、私の動画が多かったので、今日はね、アレさんの話をね、いっぱい聞いていきたいと思います。お願いします。はい、でテーマなんですが、ちょうどこの4月がちょうどアレさんが初めてね、カミングアウトしたのが4月で、ちょっとね、思い出深い好きなので、そんなカミングアウトについて聞いていこうと思います。OK。初めてさ、カミングアウトしたの4月じゃん。何年前なの？そうね。高校最終年だった。もう10年前だね。2010年でした。ってことは何年前だ？ちょうど11年前かな。10年か11年前だね。その時したのが、その時はお母さんだったね。なんかきっかけあったの？まあその時までは彼女とかいたんだけど、結構好きになった男の友達がいて、もう3年間ぐらいずっと自分の心の中でこう我慢して誰にも言わないでやってきたので、もう我慢できなくなった時にお母さんに、ちょっとこう打ち明けることにしました。当時はなんか理由があって学校休んでたのね、確か。でその日はもうすでに一人暮らししてて、なんかシャッターが閉まったままお母さんがうちに来た時になんでシャッター開けてないの、すごいうつうつだったねその日は。だからもう真っ暗で、朝を過ごして、ですごい暗い気分で本当に耐えられないぐらい息苦しかったから、その時にお母さんに打ち明けたの。なんかどんな感じで言ったの？なんか実はみたいな。そうね、実はお母さんも知ってる友達だったから、その人が、好きだよと言って、でお母さんはすごいびっくりして、男の人が好きなことに対して全然びっくりしてないけど、むしろなんでこんな些細なことでこんなに悩んでたのと言ったね。じゃあ別にゲイとかさ、男が好きなことに驚かなかった？全然。なんかこんなことでこんなに気分が落ち込んでるのと聞いた。なんかお母さんできてるね。ね、だから笑っちゃった。俺はもう半分泣いてたのにやっぱり今考えるとゲイであるとか男が好きなことに対しては全然悩んでなくて、ただ好きなことが答えてくれないことに悩んでたね。相手が自分の好きに気づいてくれないとか、それから何かレスポンスもらえないことに悩んでた。そうすごい。じゃあ直接的ゲイである自分には特に悩んでなかった？特に意識してなかったし、あとは他の男の人別に好きになったことないから、自分がゲイであることにあんまり気づいてなかったね。ゲイだと思わなかった。正直すごいなんかバカだったね。いやちょっとバカって言ったら同じような悩み抱えてる人いるからちょっと語弊あるけど、ごめんただ気づかないのすごいね。でそのお母さんの後で次は誰にカミングアウトしたの？もう4年後、今回違った、相手の話になるけど、お父さんに対してこう男の人が好きであることをちょっと伝えてみたね。しかも留学中だったからスカイプで。スカイプだったの？ちょっとでいつも週1回ぐらい電話してて、その時実は好きになった人がいて、実は女ではないと言ったね。なんか言い方に含みがあるそうで、その時はお父さんなんか仕事しててもずっとパソコンの前で座ってて仕事に集中してたね。だからちょっとこう目そらして僕の方を見てなかったんだけど、僕が男の人が好きだと言ったら一瞬こう手が止まって「あ、そうなの?」と言った。「誰？なんか名前は
何なの日本人ですかとか名前聞いてくる日本人なのと聞いた。答えたの答えた普通に。まるまるくんですみたいはいな。まるまるくんですって聞き方あるだけ。まあで、それはまたお父さん何もなくみたいな感もう全然なんかじゃあイタリアに来たらなんか紹介してってじ。いや、柔軟やね。まあ本当に。そういうちょっとこうあんまり気にしない家族だね。ま全然違う。あなんとなく感じるじゃん受け入れてくれるかどうかの人そうね。と相手きた。え誰怖っかいるポルターガイストね。本人が幸せであればもう詳細には別に興味ないというスタイルだ。なんかできたお家ですね。なんかまあ次はお兄ちゃんに行った時だね。うんその時はお父さんに告白した人、うんうんうん。その付男付き合ってた人ね。あの人が実際にイタリアに来た時にうん。一緒に私お兄ちゃんとあの人が車に乗ってる、多分観光してたねどっかで、この人は実は友達じゃないと言って誰よ、友達じゃなかったら。じゃあいや誰だと聞いてないけど、まあすぐさしてくれたね。あ、そうなの付き合ってるんだって言って普通に運転しながらちょっとあんまり驚かずに驚いたら事故しちゃうからね。反応したね。はいなるほど。はいもうすごいアンチゲイでさ、もうこのまま殺しにかかったらどうする？車キューって曲がってあんなことないだろ。はい。友達にはさ、どんな感じでやったの？いろいろバあ、これラバラに。も面白いね。うん。やっぱりなんか彼女ができる時にみんなね、特に若者は自慢するじゃん友達に。そうね、俺はこんな美人なそうでしょケツでかいおっぱい大きいとかね、綺麗な彼女いるんだぜみたいな自慢するからね。そういう意味では俺もすごい典型的なイタリア人でもうどうしても自慢なんか彼女とじゃなくてもいいから特に待って電話マジでうざい。聞こえる。ちょっと待っとくか。お父さんかも。まあでいいの電話多分しょうがない、多分何回もお父さんかも。お父さんないこんな長くするの。どうせそろそろ終わるか全然終わらない。ら。彼女じゃなくても彼氏ができたことどうしても言いたかったね。だからもう普通に言った。それどのタイミングで言ったの？何歳くらいの時？大学生？初めて彼氏ができた時ね、だから大学3年生だった。留学から帰ってから21歳とか22歳ぐらい。 22歳だったね。だからもう夏休みに帰って帰国してで普通に友達にみんな行ったね。でなんかそこでさ、なんか衝突みたいなの起きなかったの？友達起きなかったね。ゲイのことがちょっと嫌いな人すでになんか私のグループから離れてたね。離れてたというかもう一回そういう言い合いがあったからもう高校の時だからすごいなんか嫌になって自然にこう離れてしまったから、そのグループに残った友達はみんな割と寛大な人でちょっとリベラル大丈夫だったというか。そうフレキシブルな人が多かった、はい話聞く限りあんまりゲイのあれっていうイメージじゃないじゃん。なんか男と付き合ってる男と付き合ってるあれみたいな、わかる？そういえばゲイだと言ったことないね友達にも。ただこういう人と付き合ってる実際にそう感じてるからね。あちおと付き合ってる結婚してる私、なんかゲイだからあちおと付き合ってる私じゃなくてなるほどね。これはどうしてかわからないけどまあそういうスタイルでうん生きてきた。まあ自分のことをねアイデンティファイしなくていいかもね、うんゲイだからとかって言わなくてもそうね。いいかもしれないね。当時はうん本当に周りのこと本当に気にしてなかった気がする。じゃあそのお母さんお父さんお兄ちゃん友達もそうだけど男が好きですって言ってなんか気持ち悪いとか言われるという心配はあんまり感じなかったのか親が今までは例えばテレビでねそのゲイについてのニュースがこうあった時に別に変にこう反応しなかったし、
なんか絶対に問題ないとなんとなく感じてたから、うんそういう心配は一切なかっまあ、恵まれてる子だったんだねまあだってその一言に尽きるじゃん、わかる、うんいろんな立場の人がいるからね。だから家庭環境ばっかりは選べないから、た。うん、なんか良かったよね、恵まれてて。ね。なんか羨ましいとかそういう気持ちじゃなくて、あもう、あ、そうまあね、楽だった。そしてラッキーだった。うんうん。長くなったかな、きっとね。申し訳ないです。まあでもちょっと今回はアレさんのね、男が好きです発言から始まるカミングアウトについてちょっとなんか紹介してみました。結構こういう DM もいろいろいただいてたので、そうね。ちょっと4月っていうね、アレの初めてのカミングアウトの時とね、時期がかぶったので、こういうちょっとイースターの思いが一番関係ない思いはい、やってみました。という話でした。ではまた。また何か近いうちにこういう話してほしいっていうリクエストなどあったら、はい、DM でもお答えします。はい、動画化もできるようであれああ、ば、もちろんね。はい、しますので、ぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。では、チャオ。あ、来た。